では皆さん、こんにちは。ライブ 2D モデラーのメテネです。今回、第8項、表情差分の制作に入るんですが、早速一つ目の表題が、目は口ほどに物を言うという日本のことわざにさせていただいております。意味は言葉に出すよりも目の表情の方が相手に感情や本心を強く雄弁に伝えるという、意味の、ことわざですと。口で言うよりも目見た方が本心がわかると。で、表情差分のこのモデルのイラストの中には、この EX っていうフォルダーの中に、表情ファイルが入っているんですが、涙と、暗い顔影と、あとは仕事で疲れた目のクマと、汗垂らして、目もぐるぐる回って、で、頬をあからめたり、もう闇のような、瞳がついていたり、加えて、ハート目もあって、キラキラ、日本では椎茸目とも言うんですけど、キラキラした輝いている目なんかもあったりします。なんで、表情差分十分なように見えるんですが、今回はそういう表情差分ではなくて、目の形って言えばいいですか、輪郭と言えばいいですかね。皆さんつまんねえって思った時に、目を、細めたりとか、じとめになったり、あとは困った時とか目尻が下がったり、あとは怒った時は目尻が上がったりとか、そういう表情を皆さんされると思うんです。で、そういう表情をして、ちゃんとできている VTuber さんどれぐらい見たことありますかっていう話です。というわけで皆さん、そういうのを作ってみましょうという、お話です。では、今回は、全部作っていると、すごく講義の時間とかも長くなってしまうんで、1種類だけ、作ってみたいと思います。いわゆるじとめと言われるやつですね。まつげが、横に一直線になっていて、怪しんでいたり、つまんなかったりとか、そういう、表現をするときに使う、表情ですね。使う、パラメーターのフォルダーは、IOpenClose のこの、フォルダーと、あとは、今まで、中にパラメーターが1個も入っていない、この EX っていう、フォルダーを持ってきましょう。2つ開いておきます。で、EX のフォルダーに今回新規でパラメータを作ります。パラメータの右下の方にプラスっていうボタンがあるんで、これを押してください。そうするとパラメータを一つ作ることができます。そうですね。じとめ。これは英語でじとめって何て言うんでしょうね。ちょっとわからないんですが、じとめという、名前で設定しておきましょう。で、ID は、私は表情サムとかキーバインドのファイルは、こういう、EX に01とか00とか02とかいうID をつけて、差別化しております。で、これで OK をしときましょう。あと、ブレンドシェイプのパラメーターにしといた方がいいですね。はい。この状態で OK を押します。で、今回も、よいしょ。こちら、今いろんなパラメーターがついてはいるんですが、で、このまつげにまたパラメータを1個つけようとすると警告が出ます。これ以上、増やしたらトラブルの元になりますよと。問題ないです。このまま OK にしてください。で、じとめを作る際は、すごくシンプルなんですが、まつげを、これ先を上げたらちょっとトラブりそうなんで、目尻の方を下げていきたいと思います。シフトを押しながら、この変形パスのハンドルを動かしていくと、そうすると垂直に、こちら、ハンドルを下げることができると。で、他のまつげとかも同じように動かしますんで、デフォーマーを選択して、自動目のパラメータに紐付けましょう。同じ警告は出ますが無視してください。で、それぞれを今のまつげの位置に合わせましょう。これ一種類できれば、他のいわゆる表情差分、いわゆる怒ったりとか困ったりとか目尻下げたりとかも全部調整ができるんで、1個だけ覚えてください。ブレンドシェイプでパラメータを作る。あとはそれに合わせて、ちゃんとパラメータ紐付けて移動をさせると。ちょっとこのまつげの4番がちゃんと落ちてなかったんで、こうやって上げ下げして、位置がおかしくないかも改めて確認していきましょう。で、じとめになった時に、他におかしな箇所がないか確認していくんですが、ここの、アイラインって言えばいいんですかね。お化粧している部分が、もうずれないといけないんで、ここも合わせて動かしていきましょう。
あとはまぶたの方方ですね。まあ、まぶたというか、二重というか、このあたりも動かしていきます。動かすだろうという場所を、選択してしまって、で、パラメータを紐付けていきます。じとめのパラメータですね。では、1個ずつやっていきます。シフトを押しながら動かせば、なんかビクビク動いてますが、気にせず動かしてください。なんかビクビク動かして動きすぎてちょっと嫌ですね。ちょっとこうシフトを押さないで動かしましょうか。ちょっとこれ動きすぎですね。少し開けときます。これぐらいでどうでしょちょっとこれもうちょっと下げた方がいいですね。目頭の方のこの二重を、これ頭もうちょっと下げない方がいいですね。じとめになっただけで、この二重がこんなに動くことって多分ないと思うんで、そうじゃないなと思ったら、ちょっと戻しましょう。で、この時点で、皆さんお気づきでしょうか？右目と左目、だいぶ印象違うの分かりますか？本当にこっち気だるそうな顔してて、これに、目のクマとか組み合わせたら、めちゃめちゃ面白いんじゃないでしょうか。本人はすごく辛そうですが、はい。こんな感じで、ブレンドシェイプのパラメータを紐付けていきます。で、紐付けた後に、1個調整しないといけないところがあります。他のブレンドシェイプ使った目のパラメータ作った時に、全く同じことやってますが、目の見開きと、閉じ目の時に、このじとめの形の変形が影響出てはいけないので、同じくこのリミットセッティング for ブレンドシェイプウェイト、ブレンドシェイプの重み設定を行います。で、ラインをこうすると、通常の目の、1.0の時はもう100%この形になると。地染めが、ゲージが上がってる時。で、見開きと閉じ目の時はそれが影響が出ないと。で、もう一個、調整をしましょう。今回は、アイボール Y。これが、目玉が上を向いた時に、まぶたが上がるっていう仕様があったじゃないですか。で、あれが、その、上に目が上がってった時に、じとめのままだと大変なことになってしまうので、影響が出ないようにしたいです。なので、パラメーターとしては、この形が一番いいんじゃないでしょうかね。下を見ている時か、正面見ている時は、じとめがちゃんと機能していて、で、プラス1、上を向いている時は反応しないようにする。この2つを、組み合わせておけば、このじとめが他の動きに、目玉の動きだったりとか、見開きだったりとか、閉じ目に、変な、影響や変形を及ぼすことはない、なくなるというような形になります。これで、皆さんが目尻を下げたりとか、目尻を上げたり、目頭の方のまつげを下げてすんごい怒ってるようにしたりとか、そういう調整が、いろいろできるようになると思います。これをですね、皆さんがこれから作るであろうモデル、このモデル以外の制作とかにも活かしていただければ、幸いです。では、続いて、こちら次の表題が、注目度の上がる表情差分とはというお話ですね。これをさらに、深掘りしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。第8項の2つ目の項目、注目度の上がる、表情差分、とはというお話をさせていただきます。皆さん、ライブ 2D モデルの、表情差分っていうのを、想像すると、どんなのが思い浮かびますか？よく言う、リスナーとかが見たら可愛いとか言うので、キラキラ目だったりとか、あとは泣いてる悲しい、感情表現で涙目だったり、あとは、すごい焦った顔をするのに、汗だったりとか顔の影っていうのが、結構多いんじゃないかなと思っております。ただ、残念ながら、今のライブ 2D モデルの業界って、そういうのがかなりありふれています。で、やっぱり一目見た時に、なんかちょっと違うなっていう注目を浴びる何かがあると、そういったなんか武器になると思います。
この武器って何のために用意してるかっていうと、クライアントさんがより活躍できるためであったりとか、より楽しく活動する。で、その先にいるリスナーさんとかが楽しむため、楽しんでもらうため、というのが目的になります。で、実際に表情差分、このモデルに入っているものを、先ほどの目は口ほどにものを言うっていうところで確認をしていったんですが、この中で言うと特徴的なのは、もう仕事をやりまくってガン疲れしたこの、ガンガン疲れたこの目の下のクマだったりとか、あとはこのもう闇ですよね。瞳の中から光がもう完全に消えたこの闇の目だったり、あと面白いなと思ったのは、この頬をあからめる表情差分の時に、耳まであからめているんですね。こういうのって、そのイラストレーターさんの特徴だったりとか、その戦略が見え隠れする、すごい素敵な部分だと思っています。過去の、モデルからお話をさせていただきます。私の、講座の方の詳細ページですね、にも、表記させていただいておりますが、こちら、シュシュリーエコさんという VTuber の方に出演していただいております。じとめと、あとはすごく可愛らしい笑顔と、あとは、なんかゴキブリとか見つけた時とかに、こういう顔してそうですよね。なんで、こういうすごい、いつも見ない一面みたいなものを演出できるものがあるとすごくいいのかなと思ってます。で、こういう発想ってどこから持ってくるのというお話になる。